今回は10月に新しく発売されたガーミンのダイビングコンピューターデセント X30 をご紹介したいと思います。僕は普段前に紹介した X50i を普段から愛用しているんですが、今回インドネシアのアンボンで実際に X30 と X50i を同時に持って潜ってきました。今回はその実体験を踏まえてスペックの違い、使用感、そして気になっている方はどちらを選んだらいいかっていうのをレビューしていきたいと思います。まずは公式仕様から両機種のスペック仕様を見ていきましょう。まずは外観から。画面の大きさは 1.34 倍ぐらいは X50i のが大きいです。ボタンの数は一緒ですね。4つずつになってます。で、上面には X50i にはこれライトがついてますけど X30 にはついてません。で、ストラップですね。X50i の方は2つのバンドのナイロンストラップになってるんですけど X30 の方は時計みたいなシリコンベルトになってます。これめちゃめちゃ長いんですけど、こうしてこうみたいなね、折り返せるようになってるんでね、二重で通るベルトになってるんで折り返すことができます。で X50i の方はバンジー通すための穴が開いてるんですよね。この X30 の方は穴ついてないんですけど、別売りでバンジーマウントをつけることができます。素材も X50i はサファイアクリスタル、このガラスのところがサファイアクリスタルで、こっちの X30 は化学強化ガラスってことなんですけど、そんなに、それによってもしかしたらこの明るさに違いが出てるのかもしれないですね。ちなみにこの X30 の方はこの保護シールみたいのが最初からついてるのかな、今貼ってあります。はい。で、このベゼルの素材も X50i の方は繊維強化ポリマーに対して X30 は FRP なんですけど、X30 の方は海洋プラスチックをリサイクルして作られているんで、環境に配慮したダイビングコンピューターとなってます。で X50i の方はタッチパネルでタッチが使えるんですけど X30 の方はタッチはないんでボタン操作だけになります。で重量なんですけど X50i の方は約 280g、X30 の方は約 198g と、およそ 100g ぐらいの差がありますね。こう持ってみると X50 の方がずっしりくる感じがします。はい、では次中身の違いですね。X30 は10気圧防水になってます。100m ですね。X50 が 200m だったのに対し、X30 は 100m になってます。100m もあればね、普通のダイバーには全然十分な深度ですよね。でバッテリーはスペック値で、X50i でおよそ最大約16時間、X30 の方は最大30時間になってます。でこのバッテリーの減り具合は実際に使ってみてっていうのがあるんで後ほどご紹介します。でそしてダイブモードなんですが両方ともマルチガスに対応してます。ただ X30 の方は CCR には対応してません。あとは各種アラートでお知らせしてくれたり安全停止でブルブルバイブで教えてくれたりするのは共通の機能で、あとはスマホに取り込みとか、GPS とかそういうのも共通の機能になってます。で X30 は T2 トランスミッターとの接続が対応してません。なんでトランスミッター使いたい方は、X50i っていう形になりますね。はい、で価格は X50i の方は25万8000円で X30 の方は11万1800円、約半額以下になってます。はい、では実際にダイコンの操作感を見ていきたいと思います。電源つけてこれは X50i も X30 もそうですけど、電源を押してからの起動が若干時間かかりますね。普通にダイビングする際この単一ガスをポチって選んで、ここでガスを切り替えることができます。はい、エンリッチ、32とかにするんだったら32にして、はい、ここ NX32 ってなりましたね。こんな感じでガス切り替えることができます。で次へ押すとでもうこれがダイビング画面になるんで、このままダイビングポチャーンって入る。この状態にしなくてもそのまま海に入ると前回の設定のまま、ダイビングコンピューター起動します。自分が持ってるツサのソーラーのダイコンだと1日ごとにナイトロックスの設定がリセットされちゃうんですけど、このガーミンのやつは1回設定しておくとずっとそのままになります。なので空気に戻したい時は手動で戻す必要がありますね。こんな感じでこのダイビング中の画面を切り替えることができてですね。でこの画面自体もカスタマイズができるんですよ。例えばトレーニングページかな。で追加って押すといろいろレイアウトを自分で作ることができます。こんな感じでこのどこの項目に何を表示するかみたいなやつとか
自分で設定することができます。こんな感じとかね。で次の項目には何を表示するかとか。でこれ今自分が作った画面なんですけど、これをねダイビング中にこう読み込ませることができます。これですね。はい。この表示位置も変えられます。一番先頭に持ってくるとかそういうこともできます。で今単一ガスモードだったんですけど、マルチガスの設定もできます。でマルチガスの場合ボトムガスを何に使うか、空気で減圧ガスを何に使うか。今だと 72% 酸素ですね。これを使うようになってます。でマルチガスでダイビングスタートすると、こんな感じでマルチガス用の画面が出てきます。で途中でガスを切り替えたい場合は、ダイビング中に今ちょっと出てないんですけどガス切り替えるボタンがあるんで、それで、自分でガスを切り替えることになります。あとはですね、マルチガスを使ったダイビングで便利なのがですね、このダイブプランで例えば減圧プランを新しく作ることができてですね、ダイブ2ってやっといて、でこの PO2 とか保守性とかガスとかいろいろ選べてですね、海底の深度、例えばじゃあめっちゃ深く行きますよみたいな、今回はじゃあ45メートルまで行きますで45メートルのところで20分いますみたいになった時に保存して、こんな感じでダイブプランが出てくるんですけど、9メートルから72% 酸素を使って減圧開始してみたいなことが全部出てきます。ガスを例えば72ではなくてもっと低い 50% とかで入る場合は 50% にして、これをマルチガスに適用するとですね、マルチガスの設定もこの減圧ガスのところが 50% になっていると思います。なのでダイブプランからここの設定を反映することができてですね、これマルチガス使っている方にはとても便利な機能かなと思います。あとですね、このフリップスクリーンっていう機能があってですね、これをオンにするとこういう向きで大根を使えるようになります。なんで下にボタンじゃなくて上ボタンで運用したい方はこのフリップスクリーンをオンにすると画面が上下逆になってボタンの動作も逆になります。あとはダイブログとかもね、ここで簡単なダイブログ、スマホにそもそもすぐ転送されるんですけどね、確認することができますね。スマホの転送もめっちゃ速くてですね、スマホ近づけるだけで自動的にペアリングされるんで、今接続済みになってますね。ダイブログがすぐ転送されます。で GPS が取れてる場合はもうちゃんと地図とかもね、こんな感じでどっからエントリーしてどっから上がってきたみたいなやつももうすぐ見えますね。これアンボンのやつで、ダイブサイトとかも、登録されているものは出てきます。はい、こちらは X50i なんですけど、 X50i は、X30 でできることは大体もうほぼできます。でしかもこうタッチに対応してるんでね、操作性っていう観点で言ったらこっちの X50i のが、使いやすいですね。あとは細かいところで言うと X50i の方がこれ単体で Wi-Fi に接続できるんで、アップデートとかが多分そのままできるのかな。X30 の方はスマホに近づけてアップデートとかになるんですかね。その辺の違いがありますね。では実際の使用感なんですけど、まず見やすさ。見やすさはですね、X50i のが画面は大きいんで、見やすいっちゃ見やすいんですけど、X30 でも十分な大きさがあるんで、普通に見やすいです。で、あと水中の明るさなんですけど、これ画面輝度同じ中の設定なんですけど、X30 のが明るく見えてませんかね。日中とか、あとナイトとか、こんな感じ。X30 の方が、水中で明るく映ってるんですよね。これ不思議だなと思って。で陸上はなぜか X50i の方が明るく見えてます。この辺の画面輝度セッティングが何らか違うのか X30 のが水中では明るかったです。で次に操作性なんですが、X50i はタッチパネルなんで陸上だとやっぱりこのタッチで、使いやすいですね。ただボタンが大きいし、操作性もいいんでね、この X30 でも全然使いやすいと思います。であとバッテリーですね。でバッテリーの持ちはこんな感じになってます。バッテリーなんですけど、今まで使った X50 が今4本潜って残り 57% で、今回の新しい X30 の方は
74% 残ってるんで、やっぱりこっちの方がバッテリーの持ちがいいですね。X50i は1日半ぐらい持つかなっていう感じなんですけど、X30 は2日はいけるなぐらいの、バッテリーの減り具合でした。なので1日、充電し忘れちゃっても多分全然持つと思います。1日3本の、もっと短い普通のダイビングだったら3日ぐらいはいけるかもしれないですね。あと実際の装着感なんですけど、X30 の方がコンパクトになった分つけやすいですね。あとこのベルトストラップ、これが使いやすくてですね、X50i よりは腕につける分にはすごい使いやすいと思います。こちらの X50i も、ナイロンストラップがついてるんですけど、こうでかい分だんだんウェットだとこう手首の方にずり下がってきちゃうんですよね。でその点 X30 はコンパクトだし、このピッとね簡単に締められるんでずれ落ちてくることはなかったですね。はい、では実際にウェットスーツを着てつけてみたいと思います。つけるときは最初にこう輪っか作っておくとつけやすいかもですね。通しておく、最初からこんな感じ。これの方がつけやすいな。ベルトはすごい長いんですけど、こんな感じで折り返せるようになってるんでコンパクトにまとめられます。はい、こんな感じ。ちょっと X50i はかなりでかいんですよね。X30 もコンパクトとはいえ、大根の中では結構大きい部類だと思います。ちなみに MK3i との比較はこんな感じです。はい、というわけで X30 と X50i 使ってきたんですけど、X30 も結構いいですね。やっぱこのコンパクトさ、このサイズ感がちょうどいいし、このベルトストラップがはめやすいし、あと画面も見やすい。で、値段も X50i の半額以下っていうことなんで、X50i とかこっちの MK3i ほどスペックはいらないけど、もっとお手軽に使いやすいダイビングコンピューターが欲しいって方にはすごいぴったりな1台かと思います。機能も X50i ほどではないにしてもマルチガス対応しているし、エンリッチとかはもちろんね、対応しているし、あとは GPS とかスマホアプリとかね、そのままこっちでも使えるんでね、初めて買うダイビングコンピューターとしてもすごいいい1台かなと思います。ただトランスミッター使いたいとかタッチパネルがいいとかっていう場合はこっちの X50i とか MK3i っていう選択肢になってくると思います。はい、というわけで今回はガーミンの X30 と X50i を実際に使い比べてレビューしてきました。この X30 が出たことによって自分のダイビングスタイルに合ったダイビングコンピューターの選択肢が増えましたね。ここまでの高機能じゃなくていいからもうちょっと安く使いやすいダイビングコンピューター欲しいって方にはすごいぴったりな1台かなと思います。商品の URL は概要欄に記載しているのでぜひぜひチェックしてみてください。参考になったって方はいいねボタン、チャンネル登録、あとメンバーシップ用の動画も配信してますのでそちらもチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。